食材を簡単にご説明だけいたします。本日使用する牛肉2種類ございます。タチマグロ、あとはサーロインの方が飯村牛という牛肉を使用していきます。では最初の料理は丹波栗を使ったスープでございます。どうぞお召し上がりください。1回しか食べないはずなんですけど。はい、それではタチマグロを使った牛肉のペッサですね。お箸でガッと使っていただいて、いろいろな食材の組み合わせでお召し上がりください。タチマグロを使ったタルタルでございます。部位は4種類ほど使い分けて、切り方も変えてご用意しております。どうぞお召し上がりください。本日のメインで使用するサーロインです。表面にすごく細かく格子状に切り込みを入れてまして、上に大量のブラックペッパーです。こちらのブラックペッパーも20種類ほど試したブラックペッパーの中で一番相性が良かったものがこれなので4種類入って4種類ぐらい。この表面のブラックペッパーをサーロインの油で炭火焼きなんですけど揚げ焼きにするようなイメージで、表面にすごいクリスピーな層を1枚作ってしっかりと芯を揚げていくので、本当に軽く食べれるサーロインステーキを目指して焼き上げる。はい、神戸牛のブレザオラのピザでございます。500メートルのオーブンで出たてなので、すごい熱いので、ぜひやけどだけはお気をつけてお召し上がりください。半分に折りたたんでいただいて、ガクッとお召し上がりください。チーズの水分がすごい垂れますので、お皿の上でぜひお召し上がりください。野菜5時間ほどオーブンで火入れしてちょっと外側に最後網油巻いてますので、網油でちょっと食べて外側ちょっとカリッとさせて、中は5時間火入れして元の状態です。5時間。では先ほどもご説明ありましたが、牛テールの赤ワイン煮込みです。どうぞお召し上がりください。付け合わせが人参のピューレですね。榎本さんという農家さんがいただいている人参なんですけども、本当に炭火で焼いただけですね。それをもうペーストにしております。味を変えながらちょっと混ぜて召し上がってみてください。
はい、ではメイン前のさっぱりしたサラダでございます。一応テーマが発酵というテーマがありまして、乳酸発酵させた食材をふんだんに使っております。なので、次のお料理に向けて気を整えていただきたいという思いで、こちらで発酵させたお料理を、食材をたくさん使っております。はい、ではメインのサーロインステーキでございます。食べ方がおすすめの食べ方がありまして、ナイフフォーク使わずに焼いている断面を前歯でこう噛みちぎっていただくと、やっぱこの焼き方の意図が伝わるかなと思います。ちょっといいお肉をいただいているからこのお料理ができている。なかなかすごい。ワイン。美味しいです。かぶ甘いな。これは白米でなくワインの方が合う。赤大丈夫です。すごいうまいですよ。これ美味しいですよね。どっちも早いですね。はい。でもこれはテンポ良くないですからね。すごいしっかりリゾットが来るので、下負けじと旨味の詰まった泡はもう落ち着いてますが、はい。はい、サイニョンというどなたも知ってるシャベルですが、ヴィンテージが88円。 88？ はい。すごいペアリングですねこれ。ありがとうございます。これは22,000するわ。すごい色だもんこれ。ドンピリだな。すごいですね。こんな色になりました。エスプレッソと茶、ハーブティー、アイスコーヒー、アイスティーということで、ハーブティーね。ハーブティーで、じゃあチーズとトリュフのリゾットでございます。おかわりもありますので、中に余裕がある方はたくさん召し上がってください。本日のデザートが新生姜を使ったデザートでございます。一番下にはサーモンで作ったクランブルと、あとその上が生姜のジェラートですね。周りの泡状のものがきな粉で作った泡でございます。で一番上のおソースが10年熟成のみりんを煮詰めたおソースになってます。ザクザクっと崩していただいてお召し上がりください。スプーンが超冷てえ。では最後、柑橘を使ったお茶菓子でございます。こちらは小さなこの柑橘のタルトの中に3種類柑橘を使用しております。一番上から紅マドンナ、そして今から振りかけるものがベルガモットです。あとクリームには、柑橘と相性のいいお酒をということでジンを使用しているんですけども、そのジンに合わせてライムの皮をクリームに練り込んでおります。